こんにちは、リサです。今日はタイの BL ドラマ Don't Say No 第8話のお話をしたいと思います。ネタバレがありますので、まだご覧になっていないという方はお気をつけください。フィアットのお母さんの登場により、かなり話の流れが変わってきてしまいましたね。なるほど、こう来たかっていう感じじゃないですか。私個人的にはまだこの女性が本当にフィアットのお母さんなのかっていうことに若干疑問を抱いているんですけど、だってその今のところフィアットのお母さんだっていうのがフィアット自身の記憶と、あとその数少ない写真、それもお母さんが持っている写真くらいしかないじゃないですか。その彼女がお母さんであることを示しているものがね。お父さんもなんかまだなんというかフィアットに質問されて具体的なことを何も語っていないですしね。なんかもうひとひねりありそうな気がするんですけど、まあちょっとわかんないですね。なのでそのちょっと疑問は置いておいて、一応みんなが彼女のことをお母さんだと言っているので、フィアットのお母さんだということにしておきたいと思います。で、そのお母さんのキャラクターというか性格、過去にそのフィアットと一体どんなやり取りをしていたのかっていうのがちょっと明らかになって、でね、その一気にこのドラマのヒルドラ感というかメロドラマ感がアップしましたよね。なんか 120% ぐらいアップした気がします。レオの家も相当お金持ちな現実離れしたお家でしたけど、フィアットの家も結構やっぱお金持ちじゃないですか。だからその華麗なる一族のドロドロの人間関係みたいな話になってきましたね。でもなんか始まる前はやっぱりフィアットのお父さんがすごいちょっとフィアットのことを嫌っていて、その新しい義理のお母さんと、その義理のお母さんが産んだ妹との関係が良くないよっていう、その家庭自体がちょっとフィアットに対して冷たいよっていう印象だったのが、なんかちょっとここでね変わってきましたね。そのフィアットのお母さんの登場により。で、今回登場したフィアットのお母さんは、今風に言えば毒親っていうやつですよね。その子供に対して、ちょっとこう悪影響を及ぼしてしまう親っていうのの、なんか典型みたいな感じに描かれていました。この間出てきたレオとリオンのお母さんがかなりのスーパーお母さんだったので、それとの対比がまずすごかったですよね。レオたちのお母さんはなんかもう今回のこのフィアットのお母さんのための伏線だったんじゃないかと思えてくるぐらいです。で、そのフィアット自身の記憶も思ってた以上にすごいぼんやりしていてね。お母さんに会いたいって言ってる割にそのお母さんの顔をちゃんと覚えてなかったじゃないですか。それにまずびっくりですよね。なんか写真の一つもないのみたいな、彼自身が持っていないのみたいな、もしかしたらお父さんがそういうのを全部取り上げてしまって、そのお母さんと完全に決別させようとしたからみたいな理由があるのかもしれないですけど、なんかフィアットの中でのお母さん像っていうのが結構ない。だけどお母さんに会いたいみたいなね、そういう感じですね。で、それでやっぱり子供の頃の記憶もあんまりその覚えていなくて曖昧じゃないですか。子供なのである程度そのぼんやりしちゃうのはしょうがないと思うんですけど、でもフィアットの場合はなんかぼんやりしてるだけじゃなくて若干記憶が書き換わってしまっているんじゃないかなっていう、そういう感じもしますよね。で、おそらくそのフィアットのぼんやり具合というか曖昧さの原因っていうのがカッコ付きのお母さんなんだろうなっていう気がします。お母さんはそのフィアットが小さい頃に言葉で
というか、もはやあれは呪いと言ってもいいと思うんですけど、それによってフィアットにお父さんはもうあなたのことを愛していないのよ、それどころか誰もあなたのことを愛していません、お母さん以外はねっていうことを、彼にすり込んだというか、洗脳してしまったんですよね。でそれによってフィアットはお母さんへの依存度をどんどん高めていって、でお母さんと引き離されてからは、誰からも愛されないっていう部分だけが残っていってね、その思い込みからなんというか、ああいうちょっと歪んだ性格とか歪んだ行動が出てきてしまっていたっていうことですよね。ターンタイプ2の頃から続いているその一連のフィアットのトラウマと、あと業みたいなもの、これがフィアットの過去から来ているよっていうね、説明になっているのかなと思います。なんであんなにフィアットの自己肯定感は低いのかっていうのがね、原因はそのお母さんの言葉にありましたよっていう感じですね。なるほど、フィアットの心の傷がどうやってできたのかっていうことは分かりました。でその傷がレオと両思いになることによって、一旦は癒されていたんだけれども、また元の傷の原因となった張本人であるお母さんの登場により、再びね、彼の一旦は治っていた傷跡から今また血が吹き出ている、そういう状況ですね今。もう本当にトラウマに悩まされていてかわいそうな感じです。ただやっぱりまだちょっとね、過去に本当は何があったのかっていうその全てが明らかになったわけではないので、そこの部分はこれからですよね。なんかあれですね、パンドラの箱を今ちょっと開けてしまった感じがするんですが、その底には一体何があるのかちょっと違うかもしれないけど、なんかね、まだこの下になんかあるぞみたいな感じですね。いろいろ闇の中にあった出来事が明らかになり、そこでレオがフィアットに対して一体何をしてあげるのか、何をしてあげられるのかっていうところにね、注目していきたいですね。やっぱ今のところレオはね、何かしたいけれども具体的に何かをしてあげることはできない状況にあって、すごくもどかしい感じになっています。私的にはやっぱりね、フィアットの本当のお母さんっていうのが別にいるんじゃないのかなっていう説をまだ推していきたいんですけど、でもね、全く根拠はないんですよ。でこう考えること自体ももしかしたら残酷な夢なのかもしれない。本当のお母さんはなんかこんなね、毒親ではなくて、もっともっと素敵な人なんだ、別の人がいるんだっていうことを信じたいっていうのはなんかあるじゃないですか。でもそれって本当にただの夢かもしれなくて、で現実、このお話はフィクションですけど、でもやっぱりこのお母さんが本当の現実のお母さんなんだっていうのが、このお話の中でのリアリティ、本気のリアリティなのかもしれませんね。なんかやっぱり自分が感情移入しているキャラクターの家族はやっぱ素敵な家族でいてほしいっていう気持ちと、でもそうとは限らないっていう現実を描いちゃうのみたいな、そこに迫られている気がします。なんかやっぱりレオたちのお母さんがすごすぎたっていうのがあって、あっちがね、いい意味でファンタジー、いい意味でフィクションっていうのはわかるし理解できるし、スッと受け入れられるんですけど、でも一方でダメなお母さんもいるっていうのは現実じゃないですか。現実であり、それが物語の中にいるのも、それは全然あり得ることですよね。だってお母さんだってお母さんである前に一人の人間だから不完全で当たり前だし、何かのきっかけで人格がね、もう壊れてしまうっていうこともありますよ。そりゃね、あると思う。
だからそういうタイプの人が今回はその主人公フィアットに対して、こういう消えない傷をつけてしまったんだというのもその物語としてはなくはないですよね。でもその私はやっぱりもともと邪悪に生まれつく人間はそんなにはいないって信じたいので、そのお母さんによって歪められてしまったフィアットはまた何度でも回復してほしいと思うし、そのお母さん自身にも何かしらのね、その回復なのか救済なのかそういうのがあっていいと思ってしまうんですよね。まあでもまずはその事の真相っていうのを知りたいなと思います。次回以降どんな風な事情が分かってくるのかが、楽しみであり怖くもありですね。そしてね、リオンとポップ先輩ですよね。もうこちらは付き合う前の一番楽しい時期を過ごしているなっていう、そういう感じでした。で、その恋人ではないまだっていうことが分かっちゃいるけど、でもポップさん本人からそう言われると悲しくなってしまうリオン。もうね、それが可愛いみたいなそれをめでる回みたいな感じでしたけど、可愛いですね。一体ポップさんはいつ決定的な一言を言ってくれるのかと思っていたら、もうちょっと引っ張るのかなと思っていたら、さらっと言ってしまいましたよね。もう恋人って言えばみたいな感じで、そんなさエレベーターを待ちながら言わないでって思うんですけど、でもポップさんらしいっちゃらしいですけど、でその次回以降はね、すごいドヤ顔で恋人面をしてくるリオンが見られるのかなって思ってたんですけど、でもやっぱりね、ちょっと良くなったらまた嫌な展開が来るものですよ。ポップジャーがね、また体調を崩してしまいましたね。ポップ先輩はね、本当に発酵なんですよね。幸が薄い、そういう多分星の下に生まれてしまったんだと思うんですが、もう本当に子供の頃からね、大切なものが掴んだと思ったらどんどん指の隙間からすり抜けていってしまう、そういう人生じゃないですか。だからね、早くポップさんのことをね、誰かが幸せにしてあげてくれって思うんですよ。リオン、お前のことだよって感じなんですがこちらもきっとそのポップジャーのことを通じて、また、リオンとポップさん2人の距離が縮まっていくんだろうと思いますね。全体的にこの Don't Say No 前半の方は結構爽やかな感じ、その予想を裏切って爽やかな感じで進んできたんですけど、もうここに来て一気に昼ドラになったので、でもターンタイプの系譜としたらこれだよなって感じがして、たまにはやっぱりこういうちょっとドロドロ展開でアクセントがあった方がいいのかなっていう、やっぱターンタイプの血を引いてるなっていう気がしました。まだちょっとしんどい展開あるかもしれないんですけど、でもハッピーエンドを信じていきたいと思います。ということで、今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。